ねえ、あすちゃん、マグロの中で何が一番好き？マグロの中で本マグロの目玉。めっちゃ個性的だね。そうじゃなくって種類。あ、種類ね。でも俺はよ、マグロが好きだな。本マグロより？当たり前だよ。寿司屋でやっぱりうるせえところは本マグロよりマグロってやつをな使うんだよ。確かにね。なんでみんな知らないんだろうね。さて、あなたはこのマグロ食べたことありますか？愛情込めて目利きの魔法全国へ届ける魚お魚さんに感謝をして今日は何の日かなこんにちは、魚屋の森です。さあ、今日は何の日かなということで、ここは昨日に引き続き焼津にやってきております。ということで、本日も新企画リアル水産ドキュメンタリー未来へ残したい水産現場企画第2弾。私魚屋をやっていて、やっぱりそこのね部分が見えてないな、伝わってないなって思うことがすごくあって、やっぱり魚高いなとか、魚って海から取ってるから原価ただなのになんでこんな値段つくのとか、そういう質問を受けたりすることが多いので、そういう体験からですね、こういう水産のリアルをお届けして未来に残していきたい、技術が残っているところに取材に来ようという企画でございます。なので今回いろんなところに募集をかけさせていただいてですね、全国めっちゃエントリーいただいたね。結構来ましたね。ありがたいことに。なのでその中から、今回選んだ行き先、いくつかあるんですけども、そのうちの2つ目ですねがここ、焼津市にあります丸入フードサプライさんに来ております。ということで今回のテーマはこちら、美味しいのに知名度が低い問題。そんなことあります？そうなんです。焼津って言えばマグロの町なんですけども、今回この応募いただいた時、寺岡さんという方から応募いただいたんですけど、その方からも、それだけプロの世界では認知があるのに一般の消費者の方になかなか知ってもらえてないマグロがいるということで取材に参りました。ということで今日の取材するお魚はミナミマグロです。結構高級部類のマグロです。それなのに知名度なんですね。なんか最高級マグロっていうとなんて思う？本マグロですねえ、これだからね、素人は困るよ。確かにおっしゃる通り本マグロが最高級、価格的にもね。ただ実はね、これ寿司屋さん行くと赤身の握りってミナミマグロの握りめちゃくちゃいいのよ。これ最高だと思う。シャリとめっちゃ合うんだよね。回転寿司チェーンとかもできるだけ本マグロっていうのをね売ってたりするんで、なかなかミナミマグロっていうところが広がってないのかなというふうに思います。このミナミマグロを焼津ってめちゃくちゃ特化して扱っているので、それをね美味しく届けようということですごい頑張ってらっしゃるんで、今日はミナミマグロの魅力を皆さんにお届けしたいと思います。ということで行ってみよう。お邪魔します。お邪魔します。すごいなんか立派。ここね100年の歴史がもうあるのって。お、すごい。マグロだらけや。お邪魔します。すごいね。この金屏風をなんかちょっと映えますけどね。なんで寿司だろう？これ本マグロだった。ミナミマグロ。これ見て、すごい人並んでるもん。今11時ちょっと前なんだけど、食堂があるんだね。丸入り商店。ミナミマグロを食べに来てる人たちだ。よろしくお願いします。はい、梅島さんよろしくお願いします。すごい重装備ですね。そうですね。今からどこ行くんですか？超低温の冷蔵庫に。超低温の冷蔵庫。はい。なんかすごい靴ありますけど。これあれですね。すごい。超低温用の。超低温用の。見てこれ、超低温用の長靴だって。すごい高そう。これヘルメット。ヘルメット、はい。危ないんで。なんかすごい場所に行くんですね。すごい重装備。OK。お邪魔します。これは作業場になってて、超低温冷蔵庫っていうのが銀色の扉、今リフトが入っていく、冷蔵庫から、搬入だったり搬出だったりするんですけど、その中が超低温冷蔵庫になってるんですよ。その超低温冷凍庫
庫っていうのは、はい実際に何度なんですか？マイナス60度、マイナス60度？はい、大型冷蔵庫っていうんですかね。すごい。僕らでいうと高所4000トンぐらい。4000トン？そうですね、はい、このこういう旅館に入って魚がだいたい1500トンぐらい今1500トン。今日はこの中をも見せてくれるんですね。そうですね、はい、この中にいるのははいマグロ？そうです、マグロです。だけ？マグロがほとんどですね、ほとんどマグロ。それしかも南マグロですか？そうですね、南マグロも多いですね。はいへー。じゃあ南マグロ以外にも丸入さんでは本マグロとかももちろん使ってる？もちろんです。マグロ全般、バチマグロ、キハダマグロ、ビンチョウだったり、本マグロ、南マグロ。全種類じゃないですか。そうですね、はい、僕らも全部使ってますので。だからそんだけこの焼津ってマグロのこう集積地みたいなイメージがあるんですけど、いろんな種類のマグロが来る。そうです、焼津港が水揚げ量日本一になってまして、そうですね。地元の船じゃなくて、外国で取った船が焼津に入るってことですよね。そうですね。なんか焼津って結局こう集積場所になってて、こういうなんか冷凍設備だったりとか、特にその流通の面でもすごくこうマグロに特化してるから、全国的にもこう焼津がナンバーワンで集まってくる、マグロのこうメッカっていうところですね。でその中でも特に南マグロが多い。そうですね、南マグロは日本一。日本一なんだ。はい、本マグロは日本一じゃないんですか？本マグロは、養殖だったりもあるんで、そうかそうか、はい、特にそう海外遠洋漁協で取ってきた冷凍の本マグロが入ってくるってこと、そうですね、はい、じゃあもう真っ白の釣り場で釣り上げて水揚げされるのが、焼津のイメージなんで、中に本マグロとか南マグロもいると、はいはい、あ、そういうことなん。冷凍マグロの1位だ。そうです、はい、なるほど。じゃあもうこれが必要になるわけですね。はい、もう寒い。ここは何度ですか？ここが前室って言いまして、マイナス0度からマイナス10度ぐらい。これで0度なの？寒い。10度20度ぐらい。これいつも私が作業してる温度帯か。そしたら、ね、マイナス20度ぐらいなんで。そうですね。でここからが香港になりますんで。本当に天井だったりももう全部下今日真っ白になっちゃいました。大丈夫ですか？そうです、これマグロ。南マグロだ。そうです。可愛い、なんか檻に入ってる。そうですね、はい。凍りそう。森さんまつげが凍ってます。本当？はい。まつげ凍ってる？まつげ見えないですよね。見えないです。曇っちゃってて。凍ってる。いや、痛いもん、耳も。痛いですよね。でやっぱりまつげ凍ってきて、髪の毛も白くなってくるんで。髪の毛も白くなるんですか？みんな凍ってくるんで。大変な仕事。もう出荷するときは絶対中入って。そうですね。このリフトこれに乗っていくんだ。熱線が通ってるんですよ、このガラスに。温めるために。
そうっす、凍っちゃうんで熱線ないと。熱線が入ってるんだって。あ、冷凍庫専用なんだ。そうなので特殊な、面白い。外側はもう凍っちゃいますね。今までに感じたことのない命の危険を感じる寒さだった。そうですね。やばい。いやー、いつも本当お疲れ様です。ありがとうございます。尊敬しかない。すごい、ありがとうございます。はい、じゃあこのマグロをここで、水揚げされたのを買ってしまって丸のまま出荷するのもあると思うんですけど、大体は加工するんです。そうですね、ほとんど加工多いんで、僕らだとそちら横に加工板備え付きありますので、見たい。いいですか？はい。そうちょっとね、加工場だとまたあれかぶっていかないなんで。わかりました。じゃあ次の着替えを。はい、ということで着替え終わりました。加工場ルックですね、いつも。行きましょう。大体1日で、12トン出るの。ちょっと待って、11トン12トンぐらい。12トン1日で。じゃあめっちゃ鮮度がいいってことだ。冷凍であってもこうの字でボンって置いてあるんじゃなくて、処理してすぐ冷凍した状態じゃないとこの筋がきれいに出ないんだって。鮮度がいい状態で凍結されてるっていうのが分かるんだ。やってみる？やっていいですか？やりたい。やらせてくれるって。
ダメなんだ。面白い。あ、骨も取りたい。あ、本当だ、骨がある。やったー、いった。あ、修正お願いします。あ、そっちもね。あー、いったー。いい？オッケーオッケー。やったー。すごい。皮めっちゃ硬いですね。これ1本で結構疲れるから、もうみんなこれすごい体力使うよ。でもかっこいい。あと楽しい。気持ちいい。マグロの解体とはまた全然違うね。ありがとうございます。いやー、すごかった。なんかミナミマグロってさ、冷凍しかほとんど日本に流通しないから、まあしょうがないじゃんと思ってたけど、逆にやっぱその冷凍の方がミナミマグロって味が出るんだって。だからそうミナミマグロってね、実は天然だけじゃなくて、その養殖もあるんだけど、それってオーストラリアとかでしかやってなくて、日本でやってないのね。そうだから環境が向いてないんで、日本は。でそうするとそれとかを空輸で生でとかっていうパターンもあるらしいんだけど、それより全然ね、冷凍かけた方が味がしっかり出て、生のやつはあんまりうまみっていうか味がね、はっきりしてなかったりするんだって。そうだから冷凍イコールまずいみたいなイメージあるじゃん、マグロって。それはまた違うんだなと思った。あー、すごい。ミナミマグロ重だって。お腹空いてきた。こんなのもあるんだ。面白い。普通にここいいね。遊びに行きたいね、観光で。あ、もう完売しとる。天然南マグロ重。すごっ。これ見て見て、すごいね。本マグロ、南マグロ、キハダマグロ、ビンチョウマグロ全部入ってる。メバチ以外入ってる。直売所もあるんだ。見て見て、魚のバーガーみたいなことやってるの。魚の食べ方をカジュアルに。ここいいね。なんか普通に焼津来たら絶対来た方がいいね。マグロ堪能できる。丸入り商店さんの直営飲食店でミナミマグロが食べれる。中入れてもらったんであれですけど、見学ツアーじゃないですよね。あ、そうです。見学ツアーして食べるようなテンションで今思っちゃいましたけど。普段こう中は見れないですから、皆さんもし来るとしたらここの食堂と、あと直売所とか、さっき言ってたちょっとしたカフェみたいなところがあるから、それだけでも結構十分楽しいと思う。すごいね、加工場からもうすぐここで食べれるってことだもんね。天然南マグロ丼じゃない、天然南マグロ重。すごい。めちゃくちゃ、これ全部南マグロ？すごい。はい、ありがとうございます。炙り、トロ、大トロ、赤身、全部入ってる。いやー、贅沢。うわー、いただきます。お魚再鑑賞していただきます。まずは赤身からいこう。南マグロは赤身が美味しい。社長もね、赤身なら南マグロって言ってるぐらい。バッチリ。やっぱ美味しいね。やっぱり冷凍してるから身がね、もちっとしてて、もちっとしてるんですね。南マグロ特有の酸味とこの濃いめの旨味の味のバランス、これ最高。酢飯の甘みにめちゃくちゃ合う。社長はもともとお寿司屋さんやってる時によく使ったんですか？うち
荷してて本マグロ解体ショーですよっていうので言ってたんだけど、めちゃくちゃいい南マグロに入荷してた。これ絶対なかなか食べたことない人いるし、単価で言ったらその日はね物が良かったので本マグロの予定してた地区よりもそんなに値段変わらなくていいやつだったんでね。でそれを解体ショーでやろうって急遽南マグロに変えたの。そしたらみんなすごい喜んでくれたんだけど、中にはやっぱりなんで本マグロじゃないの、本マグロだから別にその予約とかじゃないから来た人が買う買わないだからそのいいんだけど、本マグロがいい本マグロ出せみたいな声もあって、その時確かに違和感を抱いたんだよね。で食べた人はやっぱ結構こう年を取ってくるとさトロが苦手になってきたりすると赤身の美味しさってすごい染みるじゃん。食べた人はめちゃくちゃファンになってたんだけど、普通にスーパーで売ってないですよね。あんまり見ないですよね。マグロの種類が多い魚屋さんも力は入れてるところが多い。お名前をいいですか？久保と申します。久保さん、はい、久保さんよろしくお願いします。今日いろいろ見させていただいて1個疑問に思ったんですけど、魚屋さんでよく南マグロを出すとなんか冷凍だから嫌だとかって言われるんです、生だったらもっと美味しいんじゃないのっていう方がいるんですけど、それってどうなんですか？ちょっと語弊があるかもしれないですけど、結構その議論になるんですよ。あ、なるんだやっぱり。なったりするんですけど、実際食べ比べてみた時に生と冷凍だったら冷凍の方が美味しかったです。じゃあ久保さんは両方食べたんですか？すごい。ただもしかしたら生でものすごい美味しいものが存在してるかもしれないので、それがちょっと誤解生まれるかもしれないんですけど、ただ食べ比べた時は冷凍の方が美味しく感じた。それって何なんですか？解凍技術もめちゃくちゃ大事言ってるので美味しいんじゃないかなと個人的には思ってます。ちょっとこれ企業秘密だと申し訳ないんですけど、解凍ってどうやってやってるんですか？自分たちはもうマグロの柵をですね、お客さんのところに売ってますので、その時に解凍の仕方っていうのをもう差し上げてるんですよ。聞きたい。マグロ専門店。自分たちは塩で溶かすってことをお勧めしてます。温塩水？いや温塩水はちょっと難しいかもしれない、一般の方に、なので普通のもう気にせず水道水に塩入れてもらって、コーティングした中で解凍する方がいい。それでどれくらいつけるんですか？柵だと1本 200g ぐらいか。気温に応じて違うんですけど、なのでなんかこういう風になるとか、ちょっとこう中に芯が残ってるなぐらいまで溶かしちゃいます。じゃあこうやって柵をこうふにゃふにゃってしてみて、ちょっとまだ硬いかなぐらいで揚げる。あとはよく拭いてもらって、乾燥しないようにラップとかキッチンペーパーでちょっと巻いてもらったら、お皿に置けて、あと冷蔵庫に 4,5 時間じゃあ塩水解凍のち半日弱ぐらい冷蔵庫解凍。それおすすめです。へー、知らなかった。やるともう切った時に羊羹切ってるような感じで吸い付いてくるんですよ。ブリンブリン、もちもち。焼津の人が美味しいマグロを表現する時、なんかねっとりしたマグロってよく言ってるんですけど、そういう感じに仕上がるんです。もうこう本当に取れたてのマグロの、私鮮度がいい魚さばく時包丁が吸い付くっていう表現するんですけど、そういう感じ。羊羹を切ってる感じない。水分取れて、ねっとり、水分がでちょっと脱水されるのか。なんか旨味だけが凝縮されてる感じになるので、それが南マグロじゃなくて多分一緒だと思うんですよ。確かに。ただやっぱり南マグロって赤身が美味しいじゃないですか。なんか赤身ってこう脂がないから切るときさらにそう感じるかもしれないですね。じゃああながちその久保さんの実体験においては生の方がめちゃくちゃ美味しいっていうことはなくって、冷凍したからこそ出るこの鮮度感とかっていうのは優れてたっていうことがあったんですね。なので自分たちはその強みが出せるんじゃないかなと思ってます。マイナス60度の頂点を持っていることと、ここで解凍できる。確かに。だってもうここで食べてるのって最短ですよね、私たちきっと。焼津港でもう水揚げされたのがここの倉庫入って加工されてここに来てる。来てください、焼津。お願いします。本日今日お邪魔しております。寺本と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。結局その最初寺子さんにご相談を受けたのは南マグロがあんまりこう知られてないからもっと知ってもらいたいっていう趣旨だったんですけど、実際そうですか？感じますか？感じますね。本当ですか？
美味しさの割に知られてない、それはでも分かります。認知度が少ないのとちょっと扱いにくいということで、色がやっぱ色変わりとか変色が早いとか、スーパーとかで扱いにくい、クオリティがそうですね、だからお寿司屋さんとか結構ね好んで使われますよね。そうですね。最近こう売り場で見るとインドマグロより南マグロのやつが増えてるんですけど、あれは何かあったの？やっぱりインドマグロは受け入れにくいみたいな。まあその結局インド洋で取ってる時の名前でこう産地イメージが暑いっていうイメージだとか、カレーとかねイメージでインド。確かにインドでマグロ美味しそうとはならないですよね。で南半球で取れるんで南マグロにしたんだけども、南マグロは南ってつくと暑いっていうイメージになってしまうと、なので変えた方がいいかなってところで、なんか候補とかはあるんですか？南本マグロっていうようなことを言っているなるほど。確かに南本マグロって入れても大トロもねしっかり取れるものもあるし、そうですそうです、まあ遜色ないかもしれない、本マグロがついた方が本物のマグロとか本当のマグロとかなんかそういうイメージになるじゃないですか。なのでそういうことを言ってましたけど、南極って言っても南極マグロっていうのもちょっとなんかすごく冷たそうな、じゃあさらにこう名前を変えてイメージアップというか、そうですね、認知、この美味しさ魅力的な、なんか天然のマグロなのにお値打ちな価格で食べれるっていうのは一個魅力ですよね。そうですね。確かに圧倒的な魅力だと思うんだけど、どこのスーパーに行ってもいやーちょっと扱いなーって言われちゃうんですよね。あれスーパーさんってやっぱチルトじゃないと売れないんですかね。で今は冷凍で買ってる人っていないですよね。で家で上手に溶かそうなんていう人はなかなかいらっしゃらないので、確かにお家で美味しいマグロを食べようと思ったらやっぱ冷凍で買った方がおすすめですか？僕は冷凍で買ってもらって自分で溶かしていただくのが一番いいと思います。そうですよね、飲食店だったら美味しい状態で解凍して出せますもんね。そうですね、なんかお店で食べるのは生でいいけど自分のお家で食べるのはそれが一番いいかもしれないですね、もっとねこうそうですね、広まるといいなと思うし、寺岡さん、今後南マグロは評価されていくと思いますか？このまま時間がかかると思います。それはさっき言ってた名前を変えたりとかそのイメージを変えていくってことですか？そうですね。今ねいつも思うのにはスーパーでたくさん取り扱うマグロではないんじゃないかなと思って、やっぱり少し高級店とかちゃんとこう管理そこそこできるところでたくさん使ってもらいたいっていうふうに思います。丁寧にね扱ってあげないと漁師さんたちもねものすごいしける中を取ってくるのでかわいそうだなと思ってて、だって最後のこうバトンを渡す私たちお店が手に抜いたら、漁師さんがどれだけマイナス60度を守って丸井さんみたいな学校屋さんがマイナス60度も絶やさずに流通させたとしても、お客さんには美味しくないなって思われちゃいますよね。そうですね。それはなんか今日すごく気が引き締まりました南マグロとか漁を取ってくる船がどういう環境の中で波がどうなっててっていうところを取ってくるかっていうことをなんかこう見たことあるんですかね？映像で。映像であります。あんな環境で取ってきてね、命から取ってくるわけじゃないですか。もうね少し大切に食べてあげると売ってあげるというのか解凍してあげるというか、そういうことも必要なんだろうなというふうに思いますよね。なんかすごくこう刺さりました。大丈夫ね、僕の言うことは。僕はここで言うとね、言うってのは楽に仕事してるっていう意味じゃなくてね、温かい会津でいい環境の中で仕事をさせてもらっているので。でもそのリスペクトな気持ちを持たれてるからこそ今こうやって続いてると思うので、素晴らしい会社だなと思って今日はお邪魔させていただいて本当に感謝でございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあうちの店も南マグロ売りますね。ぜひよろしくお願いします。10トンして1台そろそろ。社長いいですか？美味しいマグロ食べてほしいなと思うんで。以前ね結構行ってたんですよね。なんですけど、おそらく畜養のマグロに食われていっちゃってそうですね。状態だと思うんですけどね。本マグロは本マグロでいいとしても南マグロの唯一無二の味っていうのはもっと多くの方に体験していただきたいなと思います。だけど一般に来るとなかなか本マグロってなってめちゃくちゃかっこいいですけどね、一般の方で俺南マグロ好きだぞっていう。かっこいいと思う。普通だなと思いますよね。普通だと思います本当にそういう人が増えるといいなと思いながら今日の動画をぜひ見てください。ありがとうございます。めちゃくちゃお話聞いちゃった。すいません。ありがとうございました。
ました。ここ今私がいるのは下石魚市場本店、4月の23日オープンで、今日が3月29日なのでようやくね開業1ヶ月前を切りました。店内こんな感じです。まだちょっと準備中なんですけど、今日の南マグロね、私ぶっちゃけめちゃくちゃ感動しまして、もちろん魚屋なので今までもたくさん扱ってきたし、南マグロ美味しいってことは知ってたんだけれども、冷凍の方が生より美味しいかもっていう話も結構びっくりしたし、あとはなんで南マグロって冷凍品であれだけクオリティが高いのかっていう裏側も見せてもらってさ、水揚げカチコチの状態で来て、でさらに工場も1回もマイナス60度のやばくなかったですか、冷凍庫。私まつげ凍ったけど、あの状態を保ってずっと私たちの元に出荷されるっていうのがすごいことだなと思いました。でさらにはその加工もやっぱり一本一本天然物だから、養殖じゃないから個体の差があって、で職人さん、レジェンド職人さんもすごかったですね。30年ずっとあの仕事されてるからこそできる手仕事で、私たちが食べてるなんか冷凍品っていうと結構工業製品みたいなイメージ持たれてる方がいて、なんだ冷凍かっていう方もいらっしゃるんですけど、南マグロに関しては冷凍、柵取り、手作業でやってらっしゃるところもあれだけあって、こだわりを持ってやってらっしゃるところもあって、さらに言えば冷凍の方が美味しいっておっしゃる方もたくさんいらっしゃる。そんなことがね今日の取材で見えたんじゃないかなと思います。でこういう裏側、魚の裏側、まだまだ皆さん知らないところたくさんあると思います。私も魚屋やってても知らないこといっぱいありました。今日もたくさん勉強させていただきました。なのでこのリアル水産ドキュメンタリー、水産現場に密着する企画、皆さんにとってお魚の見方がねちょっとでも変わるきっかけになればいいなと思って継続していきたいと思います。ということで私決めました。南マグロめちゃくちゃ美味しかったんで、この下石魚市場本店で販売します。あれがここで食べれるんですね。そういうことです。もうできる限りその解凍方法だったりとかもすごく細かく教えていただいたのと、あと今回私たち用にね結構いろんな加工もやっていただいて、今まさに絶賛商談中なんですけども、これをねここで皆さんに美味しく食べていただきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで今日もお魚さんに感謝、そして南マグロの加工をしてくださる皆さんにも感謝をして、この動画終了したいと思います。また次回のリアル水産ドキュメンタリーぜひ見てください。ということでバイバイ。大丈夫？もうそれ使うよそのまま。転びました。